竹中殿、あれほど大それたことをしでかしておいてさらに逃げようとするとは、なんたる恥知らず。いやはや、さすがは美濃の痩せ節。風上から風に吹かれてはるか風下に着地していらっしゃる。武士の風下に私がいるとしたら、迷信として主君に道を誤らせる武士は私よりもさらに風下にいることでしょうね。滑稽極まりないことです。減らず口を。減らず口というのは自分勝手な理屈をこねるという意味。そう、斎藤飛騨殿のおっしゃりようなどはまさに減らず口と言えるでしょう。好きにのたまうがよろしかろう。私は辰興様より上位を受けているのですから。上位？そう、美濃国主であらせられる斎藤辰興様からの上位です。竹中殿、お腹を召していただくか、それともこの私に首をはねられるか、好きな方をお選びいただきましょう。選べと。選ばせてあげると言っているのです。なんとお優しい親方様でしょう、辰興様は。選べと相手に選択させるとは、その上位は本当に辰興様からの上位なのでしょうか。上位とはすなわち神の御心。神の心を下が選択するとなれば、それはすでに上位ではなく下位となりますが、あなたも室町に帳面を預ける正式な武士だと意気があるのならば、せめて上下の区別やその言葉の意味ぐらい把握してしかるべきかと。何を。ああ、今勝手に刀を抜けばあなたの言う上位をあなた自ら覆すことになりますよ。下である私はまだ選んでいないのですから。やれやれ、言葉の持つ意味も理解せず、感情や目先の利益だけで動く。それで武士だとはよく言ったものです。そもそも今回私が企て実行してみせた稲葉山城乗っ取りは、多くは長井一族やあなた斎藤飛騨など武士だ武士だとさえずりながら勲章を傘にやりたい放題だった者どものあぶり出しと辰興様をおいさめいたすため、この竹中重春私利私欲で動いたわけではない。私利私欲で動いてないから許せとでも言うのか。許す必要はないでしょう。しかし還元する部下を受け入れず排除しようとする君に命を賭する武士などいない。まあ果たして私の心が君に伝わっているのか不明ではありますが。伝わってなど。我が君は今回の竹中殿の所業を痛くご不快に感じていられるよし、必ずや竹中重春に腹を切らせよとご下命を下された。ならばあなたが先ほど言った私に首をはねられるかという言葉はおかしい。上位を捏造したと自ら認めたことになるのですが、その返答は一貫。国のこと、君のことを己が支えるのだという当事者意識もなく、ただ国に君に依存し己の保身しか考えていないから言葉というものを軽々しく捉えるのです。まったくどしがたい愚者だと思っていましたが、これほどまでとは。うるさい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 。罪人に偉そうに説教される言われはないわ。やれやれ、開き直りましたか。まあ小悪人の末路はいつしも同じようなもの。これで美濃は織田の手に落ちたも同然ですか。語るに落ちたり竹中重春、すでに織田と内通していると見た。私はそう見た。ここにいる全ての者が証人であるぞ。
むざむざ織田に走らせはせん。皆の者、切れー、切り捨ててしま愚者の相手は疲れますね。もし内通していたのだとしたら、稲葉山城を君に返上せず、そのまま織田に走っていたでしょうに。そんな自明の断りもわからないとは、愚者は愚者、愚君は愚君ということでしょう。滅びるも致し方なし。え。たとえ我らは滅びようとも、貴様の息の根だけは止めてやる。国の命運と己の命運を同じに捉え、生死にこだわることでしか己を表現できないとは、なんとかわいそうな人か。うるさい、皆の者、や逃げ惑うしかできないとは、まさに痩せ節。武士として当然である武の心得を一個大にせず、くさくさと所見などしておるから、そのような醜態を晒すことになるのだ、竹中重春。刀を振り回すだけが武士の心得だと思っているバカ者に言われたくはありません。ですが、これはさすがにまずいです。愚者の言う通り、武の心得はない。体力ももはや尽きようとしている。でもここが殺生。抜いたな。上位討ちに逆らう反逆者として始末してやる。これで私は終わってしまうのですか。最後に愚者の手など借りず、増票に打たれる恥ずかしめを受けるのならば、自らの手で。立花など切らすな。さっさと殺せ。あなたは。まさか本当に。